ご視聴ありがとうございます。うっちんです。今日は東京都千代田区にあります秋葉原駅前にやってきました。ここ数年は欲しい商品があると EC サイトを利用することが多くなり、実店舗で購入することが少なくなりました。最後に訪れたのは2015年頃なので約10年ぶりです。そんな久しぶりの街秋葉原を思い出とともに散策していきたいと思います。今日は平日の午前中なんですが、さすが秋葉原、人通りが多いですね。これからどんどん増えていくんでしょうね。今から30年以上前になるんですが、私が中学生の頃、ある目的でお世話になったとある小さなお店がありました。そんな中学生の私がわざわざ秋葉原までやってきた理由は、違うゲームソフトを購入するため遊ばなくなったゲームソフトを中古ゲーム屋さんに買い取っていただきたかったからです。両親に相談すると間違いなく反対される可能性が高く、保護者の承諾がないと地元の中古ゲーム屋さんは買い取りを断られる。秋葉原のお店なら承諾なしで買い取ってくれるなんて真偽不確かな情報を友人から教えてもらったからだったと思います。要は両親に内緒でゲームソフトの買い取り購入をしたかったからです。良い子の皆さんは真似しないでくださいね。無事買い取りをしてくれたお店はうろ覚えですが、時計をメインに取り扱っていて、レジ前でゲームソフトの販売買い取りをしていたかと思います。お店自体はもう随分前になくなったのは確認していますが、その跡地付近は現在網網さんになっていますね。2024年7月19日にグランドオープンし、1階から8階までさまざまな種類のフィギュアを取り扱っている秋葉原でも最大級のフィギュアショップなんだそうです。こちらの店舗を訪れるのは当然初めてなんですが、網網さんには日頃ネット通販の方でお世話になっています。中央通りを反対側へ渡りました。30代の頃からフィギュアに興味を持ち始め、メーカーさんのホームページやネットの記事などでフィギュアの情報を閲覧することが多くなりました。続いてのお店は寿屋さんです。2011年7月23日新規オープン。1階2階はプラモデルやフィギュア、3階4階は VTuber さんのグッズ、5階はイベント会場のようです。気に入った商品を見つけると秋葉原へやってきてホビーショップを巡り予約や購入をしていました。こちらもその頃よく訪れていたお店です。中央通り神田明神通りの交差点にやってきました。1990年代前半は PC98 という日本電機さんのパソコンを購入した時期で、当時の友人 Y 君にとあるお店の存在を教えてもらい、パソコン専用ゲームソフトの購入買い取りでよく訪れました。そのお店がこちら、ソフマップさんです。2021年4月29日グランドオープン。当時の建物は人が2人すれ違って通るのがやっとの狭い階段があり、低階層は家庭用ゲーム機のソフト、高階層はパソコン用のゲームソフトを販売していました。パソコン用ゲームソフトは18禁アダルトソフトもあるのでドキドキしましたね。建物きれいになりましたね。高校生の頃、ソフマップさんの店頭で偶然スーパーファミコン用ソフトファイアーエムブレム紋章の謎のデモ画面が流れていて、当時作品にハマっていたのに新作が発売していることを知らず、これは買わねばと思ったんですが、スーパーファミコンの本体を友人 S 君に貸し出し中だったことを思い出し、急いで S 君宅へ向かい、本人は不在中でしたがご家族の方に事情を説明し、返却してもらったその足でゲームソフト屋さんへ駆け込んだのを思い出しました。おなじみの店内ソングハローソフマップワールドも流れていました。
中央通り沿いを左折し脇道へ。フィギュアの価格帯もピンキリですが、やっぱり高価な印象があり、最初は購入に躊躇しました。そんな時に知ることとなるお店があり、フィギュア収集の入門感覚で直画のフィギュアの他にガチャポン収集で訪れました。それがこちら、ガチャポン会館さんです。2001年10月オープン。今では様々な場所にガチャポンがありますが、私がこちらに通っていた2000年代前半、ガチャポンがこんなに大量設置しているお店は少なかったんじゃないかと思います。余談ですが、最近のガチャポンは1回300円から500円のものもありますが、色も塗られていてかなり精巧にできていますよね。私が子供の頃は2、30円でスーパーカー消しゴム、50円、100円でガンダムや筋肉マンの消しゴムのガチャポンが流行りました。呼び方もガチャポンではなくガチャガチャでしたし、色も単色の消しゴムが主体でした。中央通りを反対側へ渡ります。フィギュア収集の入門として直眼のおまけフィギュアを収集していた時期があり、その頃にお世話になったお店がこちら、リバティさんです。よく利用していたのは20代後半の頃。当時は中古フィギュアや直眼のおまけフィギュアを販売していて、見るだけでも楽しかったです。最上階がレンタルビデオフロアで、地元のレンタル店にはなかったアニメも取り揃えていたのでレンタルしていました。建物は当時のままですが、さすがにビデオレンタルはしていませんね。寿屋さんと並んでフィギュア収集でお世話になったお店がこちら、駿河屋さんです。利用していた当時はお店の外壁に新規フィギュアの予約シートが大量にあり、予約シートを受付がある地下フロアに持っていき予約するといったシステムでした。当時は中古フィギュア販売や買取フロアも含めて地下1階から4階くらいまであったような気がします。現在は2階3階だけのようですね。あれ、調べてみると2016年4月にオープンとのこと。利用していた時期はもっと以前だった気がします。私の勘違いか、それとも以前は違うお店だったのかな。秋葉有識者の方、ご存知であればコメントいただけると助かります。中央通り沿いを秋葉原駅方面。続いてはこちら、アニメイトさんです。2023年4月28日グランドオープン。アニメグッズ専門店といったらアニメイトさんをイメージする方も多いのではないでしょうか。あいにくこちらの店舗ではありませんが、中高生の頃、神奈川県横浜市横浜駅前にあった横浜プラザホテルの地下にあった横浜店にはアニメグッズを購入しに行ったことがあります。ホテルの終了に伴い2019年3月に横浜店は横浜ビブレに移転したそうです。中央通り神田明神通りの交差点に戻りました。散策のついでに探してみたい品があったことを思い出し、古のアニメグッズを取り扱っているお店に向かいます。2008年4月8日オープン、マンダラケコンプレックス。こちらを訪れるのは今回が初めてです。お目当ての品があるか探しに行ってみたいと思います。残念ですがお目当ての品見つかりませんでした。余談ですが2025年夏にマンダラケさんのマンダラケコンプレックス2がこちらの向かい側にオープンするそうです。
秋葉原駅電気街北口へ向かいます。90年代頃はこの辺りにバスケットコートがありましたね。駅前再開発により2001年7月31日に閉鎖され、現在の秋葉原 UDX や東京タイムズタワーが建設されたそうです。休憩できる飲食店もたくさんできましたね。JR 線のガードをくぐり反対側へ。思い出のお店巡り、ラストはこちら。ヨドバシカメラマルチメディア秋葉さんです。品物購入のエピソードではないんですが、2009年に発売した NintendoDS ソフトドラゴンクエスト9のすれ違い通信をするため訪れました。ドラクエ9プレイヤーがすれ違うとランダムで宝の地図を交換できる機能があったんですが、中でもレアな宝の地図が欲しく、地元ではプレイヤーがいないのか通信人数が0人でした。ネットの情報を頼りにこちらの店舗前ですれ違い通信をしてみたところ、30分もしないうちにレアな宝の地図をゲットできました。さすが秋葉原。はい、短い時間での散策でしたが、秋葉原を久しぶりに訪れてみた感想としては、以前より海外の観光客が増えた印象です。大通りはもちろんですが、散策した店内も外国人の方が熱心にフィギュアを観察していたり、夢中になってガチャガチャを回している光景を目にしました。あと動画にはしていませんが、レトロゲームトレーディングカードの販売買取をしていたリバティさんの店舗フロアがあったビルが取り壊されていたり、喫煙していた頃利用していた喫煙所がなくなっていたりと、少し寂しい場面にも遭遇しましたが、秋葉原駅周辺は1日では回りきれないほど様々なお店があります。皆さんも思い出のお店やおすすめのお店などありますか？また私は秋葉原店舗のライトユーザーなので、フッチンここは違うよというところもあれば、よろしければコメントいただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。